タイ国産食堂のトシです。今回はですね、お正月はもちろんクリスマスにも使える洋風おせちの作り方を紹介しようと思います。前編では半分の4品を紹介しようと思います。それでは早速作っていきましょう。まずはローストビーフから作っていきます。牛もも肉を用意して SB のステーキシーズニングというスパイスを使います。材料がシンプルなので使いやすいですね。粗塩を加えてオリーブオイルを入れてよく混ぜておきます。そこに肉を入れて全面によくまぶしつけておきます。しっかりとまぶしつけておきましょう。ラップをしてこのまま冷蔵庫で 1,2 時間置いて中まで味を染み込ませます。1、2時間経って塩が中まで染み込んだら肉に焼き色をつけていきましょう。1名につきだいたい1分ぐらいでいいのであまり動かさずに焼いていきます。そうするとこんな綺麗な焼き色がついてきます。中まで火を通す必要がないのでこんな感じで全面を動かさずに1分ずつ焼いていきます。そして網に取り出して休ませておきます。こんな感じですね。大きめの鍋に一度お湯を沸かしてこんな感じで静かに沸いた状態にしておきます。そしてジップロックのような厚手の袋にお肉を入れましてオリーブオイルを入れます。そして空気を抜くようにぴっちりと真空パックみたいな状態にします。ジップロックは熱にはやや弱いのでこんな感じでアルミホイルを丸めて広げて下に置いておきます。こうすると鍋底に直接触れないので袋が溶けることがありません。そしてこのまま15分から20分ほどゆっくりと湯煎をします。15分から20分ほど経ちましたら湯煎から引き上げます。お肉を触ってみてですね、弾力があれば火が通っている証拠です。そしてこのまま1時間ほど休ませます。1時間ほど経ちましたら肉汁も落ち着いておりますのでカットして断面を確認していきましょう。ちょっと光当ててみますね。いい感じですね。こんな感じでローストビーフは完成です。生食用のサーモンを用意します。なるべく薄く切ってあるものがいいですね。そして粗塩とグラニュー糖を入れてよくかき混ぜておきます。バットを用意して合わせ塩の半分量をバットに広げておきます。そしてサーモンを1枚ずつ乗せて上から残りの合わせ塩を振ります。そしてその上にディルというハーブがあるんですけどもこれをそのサーモンの上に乗せます。オリーブオイルをかけてレモンを乗せます。サーモンに直接触れないように置くのがコツです。そしてラップをかぶせてぴっちりと密着するようにかぶせます。そしてこのまま冷蔵庫で1時間以上なじませます。冷蔵庫で1時間寝かせたらサーモンマリネは完成です。次はエビとマッシュルームのアヒージョですね。ニンニクはみじん切りにしておきます。オリーブオイルはこのぐらい入れておきます。マッシュルームは適当な大きさにカットしておきます。牛頭エビは殻を剥いて背わたを取り除いてボウルに入れます。で塩を振って手でよく揉み込んでおきます。
ちょっとこうぬるっとなるぐらいまでこうしっかりと揉み込んでおくと、中までちゃんと味が染み込んで美味しくなります。そして臭み消しに日本酒を振っておきます。こうしておくとエビの臭みが取れます。ニンニクの入った鍋を火にかけて、弱火でニンニクの香りが立ってくるまで火を入れます。そしてマッシュルームを先に入れまして、ある程度火が通ってきましたらエビを入れていきます。そしてエビに火が通ったら取り出していきます。頭の部分にもしっかりと火を通すようにしてください。そして取り出したらこのまま冷ましておきます。次にタコのブールエスカというお料理です。ブールエスカというのはですね、フランス語でエスカルゴバターっていう意味でして、エスカルゴを食べるときにニンニクとパセリを混ぜ込んだバターを使うんですけども、すごく美味しいので、いろんなお料理に使えます。今回は混ぜ合わせずにもうそのまま、炒めるときに使っていきます。ゆでだこは一口大にカットしておきます。塩も少し加えておきます。フライパンを火にかけて、弱火でニンニクにバターを入れて、ニンニクにじんわり火を通していきます。で、ある程度ニンニクに火が通りましたらタコを入れて軽くソテーしていきます。で、そうするとちょっと温度が下がってくるもんですから火を中火にして、でさらに軽く炒めて合わせていきます。で、タコが軽く温まったらパセリを入れて、で混ぜ合わせれば完成です。ゆでだこはもう火が入ってますので、もう軽く温まれば OK です。炒めた時に出てくるこの汁ですね、これもすごく美味しいので、バゲットとかにつけて食べるととても美味しいです。後編の動画ではですね、豚肉のリエット風というフランスのおつまみや、ブラックオリーブの自家製オイル漬けや、パプリカの白ワインマリネ、そしてブロッコリーのトーチソースというお料理を紹介していきます。どれも結構簡単にできますので、ぜひお試しください。お楽しみに。